こんにちは、森蔵です。今回はお題の通り、シーズン 9ZA ランクマッチ、環境予測ティア表ということで、前回2025年12月中旬から2026年1月上旬に開催された DLC 環境に類似しているルール、シーズン4の環境ポケモン、およびシーズン5以降に追加された4体のメガ進化のランクマッチにおいての評価を網羅した最新版のシーズン9の環境予測ティア表をシーズン1から ZA ランクマッチ、現在進行形で取り組んでいる私森蔵が一プレイヤーとして僭越ながら作成させていただきました。個人の判断になってしまいますが、人によって評価が分かれてしまうのは承知の上、見ていただきたいことと、シーズン4の環境ポケモンを踏まえた上での参考になる予測ティア表になっていると思います。今回の予測ティア表ですが、当たり前のことと存じておりますが、単体重視性能で決めております。現在シーズン8のルールまでにはほとんどのポケモンを使用した上での評価です。キルを取りやすいか、キルされにくく、継続戦闘が可能かどうか、環境ポケモンに有利であるのかを基準に作りました。構築を組んだ際にアタッカーとしての要素、クッション、サポートとしての要素、単体での仕事量を加味して評価しています。メガマイ状態と非メガ状態につきましてはそれぞれ別の評価をしています。持ち物は汎用性があり、一番適性のある持ち物を持たせた上での判断基準です。もちろんプレイヤーによってはポケモンの強さは大きく異なると思いますが、基準は一般プレイヤー目線での評価です。単体で動かして役割を全うできるか評価を基準にしております。シーズン5からシーズン7に追加された一部メガ進化ポケモンもね、プレイする上で使用して強かった方などを紹介していこうと思っております。ぜひ ZA ランクマッチシーズン9の構築作成の一つでも参考になれば嬉しいです。まずこちらがシーズン9の環境上予測ティア表となっております。SS 環境トップポケモン、最も警戒が必要で対策をしっかり練っておく必要がある。S が環境準トップ、対策必須ポケモン。A が汎用性が高いが S に劣るポケモン。B が A 以上の特定のポケモンに役割がある。C が補完として戦っていくスペックがあるポケモン。D が採用する、検討するには知恵を絞る必要性があるポケモン。B 以降は多いので左右差はありません。兵羅車のみにシャリタス合体兵羅車での評価です。長くなってしまうので A 評価までに主に使われて強かった方や、またこれからね強くなるであろう方をね紹介していければと思います。B 評価も過去の大会やランクマッチで強かった方を紹介していきます。人によってこのポケモンが過小評価、またこれは高すぎるんじゃないかなと思いますが、何かあればコメントいただければと思います。また最後にメガ進化ポケモンの解説ができればと思います。それではやっていきます。よろしくお願いします。はい。まずね、上位のポケモンから解説していこうと思います。SS ランクがガブリアスということで、今回ね、シーズン9からまたガブリアス Z がね、追加ということで、従来の方で言えばドラゴンダイブ、それから穴を振る地震、剣の舞がね、強いと思うんですが、ガブリアスの状態で、タスキの状態でね、戦っていくにはね、ドラゴン技が2個ないといけないよということで、ドラゴンダイブ、ドラゴンクロー、穴を掘る、剣の舞。これの気合のタスキがね、一番使われるあろうと思っております。またね、メガガブリアス Z、これはね、特にドラゴンダイブのところと穴を掘る、剣の舞はね、固定なんですけど、人によっては地震が入ったりとか、あとフェアリータイプ、プクリンとかピクシーとかね、その辺に戦っていきたいところがあるんで、人によってはアイアンテールが入ったりとか、エアムロ対策で炎の牙がね、採用されたこともね、ありましたね。またね、今環境はね、激鱗って技がね、ガブリアス Z において非常に高火力で、高出力で出せるんで、ポリゴン2とかもね、幅広く打ち合いがね、できるんじゃないかなと、思っております。特にSS ランクのもう一匹ですね、電流ですね。電流は相変わらずシーズン1からずっと強いポケモンでありまして、基本の方は HC ベースの磁石、命の玉、それからシュカの実とかね、汎用性が高いポケモンですね。メテオビームが強くて、環境にいるグレンアルマですね。この辺に強いのと、あとはグスクムシャにもね、かなり有利ということで、使われるであろうポケモンの一つですね。特に充電10万ボルト火力がすごくて、メテオビームの命の玉の方がですね、メガメタグロスのね、ワンパンする、充電10万でワンパンできるっていう火力があるんで、非常におすすめで、使いやすいかなと、思っております。次に増えそうなポケモンですね。S ランクでポリゴン2。これが非常に強いかなと思っております。ガブリアスがメガマイ状態で、ドラゴン地面タイプ、メガ進化すると単ドラゴンになるんですけども、少し移動速度を落とす凍える風、それから冷凍ビームがね、入ったね、効率ウェポンの10万型。これが非常に強いかなって思ったりもします。人によってはね、凍える風が、ラグラージ対策で冷凍ビームじゃない、ソーラービームがね、入ったりとかすると思うんですけど、この2種のね、型がね、非常に扱いやすくて、強いんじゃないかなと思っております。基本は HC ベースの持ち物は進化の奇跡。
の控えめですね。これで使っていただければと思います。次に具足武者ですね。具足武者はね、この環境多分おそらくかなり強いかなと思っております。メガカブリアスセットが特に環境に多いと思うんですけども、実数値、種族値がですね、B が95から85に下がってるんで、出会い頭がね、最大で8割ぐらい入るんですよ。非常に強いですし、あとアブソル Z とか、あとは打ち合いで非常にね、出会い頭で無理やりキルで1ポイント取っていくっていう力がね、非常に強いんで、後手に置いて、メガ進化ポケモン、ないしは相手の展開している、居座ってるポケモンをね、ワンパンできる出会い頭が確定で使える。しかも前期のルールシーズン8だと持ち物の命の玉が使えなかったんで、玉で使っていくのが一番強いポケモンかなと思います。次にメガアブソル Z ですね。構築なんですけども、今回ちょっと畑落とすが入ってないんですが、畑落とすゴーストダイブ、ジャレツク、あとはインファイト。で、多分インファイトはそこまで強くないと思うんですが、畑落とすゴーストダイブ、ジャレツク、剣の間が一番ね、使いやすいかなと思っております。前回の動画で紹介したんですけども、耐久ぶりのアブソルですね。これが一番使いやすいかなと、今期も使いやすいんじゃないかなと思っております。で、次にグレンアルマですね。グレンアルマは達人の帯、先制の爪、それから命の玉とキアヌタスキあると思うんですけども、特に爪がね、非常に強いです。強いと思います。技構成はこれが結論構成で、熱風とソーラービーム、メテオビーム、サイコキネス。特に熱風とサイキネ、メテオビームがあることによって非常にね、高火力のね、範囲の広い技が打てるので、爪でね、メテオビームの発生時間を短くして殴っていくっていうのもね、非常に強いかなと思ってるんで、これは相変わらずシーズン9も使われるんであろうかなと、思っております。次に、ポリゴン Z ですね。ポリゴン Z なんですけども、おすすめのね、型を今回紹介していこうと思います。H がね、108で、B が148、それから C が、252振り切りですね。耐久ぶりのシルクのスカーフ型のポリゴン Z ですね。これが非常に使いやすいかなと思っております。ポリゴン Z 自体がですね、シャドーボールね、今環境はフーパとかいないんで、外してもいいのかな、打ちたい相手がいないんでね、外していいかなと思っております。トライアタック10万ボルト、凍える風、マイシャ、レートビーム、悪巧み。これが一番使いやすいかなと思っております。弾で使っても強いと思うんで、持ち物はね、HC とかにして弾とかでも全然強いと思うので、持ち物はカスタマイズしてね、使っていただくことをお勧めしております。次に、スピンロトムですね。スピンロトムはシーズン5の環境かな、特に。具足武者、幻環境において具足武者とかね、非常に増えてたんですけど、この充電10守るとプラス悪巧み、あとは壁とか守る。あとはね、ポイントがエアスラッシュっていう技が非常に良くて、このイノタマのエアスラッシュが、ネギガナイトにですね、技プラス使わなくてワンパンすることができるっていうね、非常に強いポケモンです。で、調整の方がですね、紹介していくんですけども、H が156の C が252で、D が96、B が4ぶりですね。これめちゃめちゃおすすめです。あとは HC で使っていただいて、守るとか壁とか入れても全然強いと思うんですけど、命の玉の持たせることによって、高火力のエアスラッシュもね、打つことができて、その後に10万ボルトで動けるっていうね、非常に2ウェポンのロトムはね、非常に扱いやすかった印象でした。で、次にラグラージですね。ラグラージは、ド安定のHA の、そうですね、意地っ張り型で滝登り、冷凍パンチ自信ビルドアップ。これが一番、使いやすいかな、テンプレなのかなって思っております。メガ進化でね、メガラグラージいると思うんですけど、ソーラービームが非常にね、強力で、どのポケモンに構築にも入ってると思うので、さすがにキアヌタスキで使っていくのが私もちょっとおすすめなのかなと、思っております。で、今回ですね、A ランクの一番下に置かせていただきました、セグレイブですね。セグレイブは、拠点突撃、それから穴を掘る、つらら落とし、剣の前に、特に穴を掘るで相手の動きを見てから動くっていうのが非常に強くて、で、やっぱ氷タイプがね、殴るタイプっていう強いんですけど、受けるタイプっていうとちょっと弱いんですよ。で、この環境徹底光線、サーフ号から飛んできたりとか、あとはメテオビームですね。グレンアルマー、それからピクシーとかに撃たれるっていうね、ところがあるので、ちょっと無敵の時間を作る技って大事かなって思っているので、穴を掘る拠点突撃。あとすみません。つらら落としよりかつららばりでした。つららばりが一番使いやすいと思います。で、基本は HA ぶりの意地っ張りがいいかなと、思っております。次にサーフ号ですね。サーフ号は、シーズン4はちょっとそこまで評価高くなかったポケモンだったんですけど、今季も相変わらず強いかなと、思っております。徹底光線、シャドーボール、10万ボルト、悪巧み。これが一番範囲が取れて、鹿の実があることによって無理やり地震を一発耐えて動くっていうのが非常にね、強かった印象ですね。特に幻環境とか伝説環境シーズン6とかの方がちょっと活躍してた印象がありましたね。環境に地面タイプがめちゃくちゃ多いんで、ガブリアスがやっぱ強いとその分サーフ号が使われなかった印象でした。
あとはですね、気になったポケモンを紹介していきますね。B ランクで大会とかで使ったプクリンですね。プクリンが命のまま持たした10万のムーンホースソーラービーム、悪巧み。これが非常にちょっと強かった感じですね。で、大会で使われてたのが、特に B 補正にかけたドラゴンに打ち合いが可能なプクリンですね。で、これ H の収縮性もともと高いんで、B に振り切ることによって、ドラゴンとの打ち合いが非常に可能。その分、やっぱり10万ボルトが非常に辛いんで、充電10万、絶対耐えないんで、そこをちょっと構築単位でケアする必要性がある。ですけど、全然もう戦っているスペックがあるんで、おすすめのフェアリータイプの1体かなと。今季は特にフェアリータイプがね、プクリン、ピクシーぐらいしかちょっと強いのがあんまりいないので、サーナイトもいるんですけど、ちょっといないので、よりちょっとガブリアスの評価が上がってしまうんで、特にアブソル Z もね、これ実はなんですけど、アブ Z 唯一、プクリンがやっぱちょっときついんで、そう、プクリンはちょっとやっぱ唯一アブ Z を見れるポケモンかなと、はい、思っておりまして、大会でもよく使われてた印象ですね。はい。ピクシーは、特に買ったことないんですけど、前期使ってたのは、ソーラービームがちょっと弱かったんで、ソーラービームが入ることによって技構成はこれで完結かなと。で、持ち物は達人の帯と命の玉、どっちかかな。とりあえず、そんな形で。で、基本的に1回目の HC ですね。で、次にガラガラですね。ガラガラは太い骨を持たせることによって AS 読値、英字数値がですね、290まで上がるというところで、地面タイプ唯一の、グラードンがいない環境での遠距離の地面技を打てるポケモンですね。これが非常に強かった印象でした。で、技構成的には、打ち合いに強いストーンエッジ、雷パンチ、それから確定枠で骨ブーメラン、剣の舞。で、アット位置に守るとか入れてね、ちょっと様子見して、ブーメランをね、ひたすら振り回すポケモン、だったかなという印象でしたね。この太い骨は確定で持たせるんで、やっぱ持ち物が固定されてる以上、耐久がちょっと補いないので、壁構築とかで使ってみるのも面白いのかもしれません。で、次にチルタリスですね。チルタリスは、ちょっと一部のね、プレイヤーによく使われていました。大会とかでもよく使われてました。結構意外性があるポケモンでしたね。メガ進化することによって、ドラゴンフェアリータイプになることによって、このね、発掘されたプラス技で打てることの強い銀色の風ですね。全能力上昇の銀色の風を使うことによって、ジャレツクと空飛ぶをタイプ1で打ちつつ、花びらの前、サブウェポンで入ってるんで、ラグラージワンパンできたりとかね、HA の方で、特攻にも努力値を振らないで、勇敢でね、使っていただくのが一番いいのかなと、はい、思っております。次にジュペッタですね。ジュペッタは、特にこのゴーストダイブとつららばりシャドウパンチが非常に優秀で、つららばりがやっぱりガブリアスの助けを貫通して殴ることができるのと、ゴーストダイブが一時的に無敵技をね、作ることができるんで、特にメガジュペッタの数値、攻撃数値がすごく高いので、メガ進化でエースで使っていくのは非常にいいポケモンでしたね。これは評価がかなりシーズン4は後期上がってきたポケモンだったので、ぜひね、使ってない方は一度使用することをお勧めいたしております。はい。で、次にエルレード。エルレードもやっぱね、いいポケモンですね。持ち物はメガエルレードナイトでもいいと思うんですけども、普通に基本的に HA で振っていただいて、技構成はトリプルアクセル、叩き落とす、ドレインパンチ、剣の前がね、これが一番強いかなと、はい、思っております。特にメガエルレードは移動速度が速いので、トリプルアクセルがメガ前状態のガブリアスに、本当に基本的に倒せるのが強いですし、あとはもう継続戦闘が何より可能なんですよね。殴りながら回復しながら戦っていくっていうスペックが、このチルタリスとちょっと近い、感じやっぱしますね。特にエルレードの方が強いんだけどね。エルレードの方が強いんだけど、継続戦闘を可能にするっていう上では、最もこのシーズン4の環境では評価されていいポケモンかなと、はい、思っております。私自身もやっぱ、フィジカルがやっぱいいポケモン、評価高いので、これは結構好きなポケモンですね。ぜひシーズン9でも使ってみたいポケモンの一体かなと思っております。はい、次にグレイシアですね。グレイシアは特に言うことはないんですけど、冷凍ビーム、フリーズライ、それから急所確定の氷の息吹。で、瞑想と守るは多分確定で入ってくると思うんで、氷技2個打ちつつ、ちょっと盤面にガブが出てきたら、漁夫の利を狙っていくみたいなポケモンなのかなと思っております。ティア表の方にはね、書いてないんですけど、書き忘れちゃったんですけど、コネオザルとミーックですね。これらもティア B ぐらいのね、スペックがあるんで、ぜひね、採用を検討してみてください。ティア CD 以降はちょっと、今回は、割愛させていただきます。はい、最後にですね、こちらメガ樹海院をね、見ていこうと思います。メガ樹海院なんですけども、先日のシーズン5の環境でね、私使ってたんですけど、一番強かった構成が、ソーラービーム、ハードプラント、それから尻尾切り、振り立てる。これが非常に扱いやすかったですね。なんだかんだ言って、竜技、竜の波動とかね、入れてもちょっとさすがにちょっと火力が足りなかったんで、
やはり C に振り切って、尻尾切りで相手の動きを見つつ、メガ進化して、ハードプラントで漁夫乗りを狙っていく。この動きが一番強かったかなと思います。まあ、最大で10キル取れたね、試合も過去にあったんで、まあ、メガ樹海院さすがに使うなら樹海院の、奇跡の種とかでも全然いいかなと、はい、思っておりますが、ぜひね、使ってみたい方はね、こちらの、HC メガ樹海院はね、使ってみてください。結構ポテンシャルあるので面白いです。次に、メガラグラージュですね。メガラグラージュはね、メガ進化することによって、まあね、D 出力値が、20追加で、あとは攻撃出力値がね、40上がるということで、非常に A と D のね、数値が上がるんで、調整によってはソラービーム耐える調整ができるかなと思ってはいるんですが、おすすめの調整がありましたら、ぜひね、コメント欄で教えていただければと思います。私もちょっと、メガラグラージュはね、実は使ってなかったポケモンの1体、実は1体なんで、構成的にはね、滝登り、アクアブレイク、地震とか、あと、冷凍パンチか。ビルド型が一番いいかなと思ってはいるんですが、ちょっとぜひね、これシーズン9で私使ってみたいポケモンの1体ではございますので、ぜひいい方があったら皆さん教えてください。では最後に、メガバシャーモですね。メガバシャーモなんですけども、使ってる技構成、フレアドライブ、インファイト、それからブレイブバード、剣の舞の HA のいじっぱり型ですね。これが一番使いやすいかなと思っております。熱風とかブラストバーンとかね、入れたね、両頭型の、AC 型のね、バシャーモとかもいいと思うんですけど、この、フレアドライブとインファイトがね、あるんですけど、エンボーとやっぱ差別化していきたいんで、そこでブレイブバードですね。これシーズン6の最後ら辺でね、私、失礼しました。シーズン7の最後ら辺でちょっと使わせていただいたんですけど、この方が一番無難に環境に通りが良くて強いかなっていう気がしているので、ブレイブバードがマックス速武者に抜群つけたりとかね、あったりするんで、ぜひね、おすすめですので、使ってみてください。以上で今回ね、ティア表の紹介と、シーズン4の反省振り返りですね、ちょっとやらせていただきました。動画が良ければ、高評価、それからチャンネル登録、それとね、コメントね、ぜひいただければと思います。またね、使ってないポケモンまだいるんで、実際ね、シーズン9始まって、今度の構築作って私の方も使っていきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。以上、森蔵でした。ご視聴ありがとうございました。